現在放送中のナンバーワン戦隊50ジャーでヒロイン役の女優が未成年飲酒で降板しましたが、先週の放送では出演シーンを全カットしたため、反証の映画が不正なものになってしまいました。このように俳優が不祥事を起こした時にカットでなく黒塗りのモザイクや音声加工で対処できないでしょうか。できます。いいんじゃないの？酒飲むぐらいはって僕思うんですけどね。これだからそういうのに対してお怒りの方々の気持ちはわからなくもないんですけど、僕は別に未成年が酒飲んでもいいんじゃねえのって派閥なんですよ。確かこれさ、飲んだ人さ、19歳でしょ？成人まであと3、4ヶ月とかって人だよね。でさ、日本ってさ、18歳で成人じゃん？要は有権者なわけで投票権があると。一発の大人としての権利を持ってるわけだから、もういいじゃん。有権者が18になった時に、アルコールと競馬だけは下げるの忘れたんですよ。日本の法律で。本来であれば、もともとね、20歳で有権者にもなるし、酒も飲めるし、競馬もいけるよねっていうルールだったんだけど、とりあえず有権者だけ18にしますわって言って、酒と競馬は20歳のまま置いてかれちゃったんですよ。で、そこのたまたま有権者だけど、酒とタバコは20歳という間のこの過渡期にハマっちゃった子なんですよ。別にいいんじゃないって。いやいや、アルコール依存になる人は20歳から飲んでもなります。アルコール依存は20歳から飲んだらアルコール依存にならないとかやめようよ。そういうよくわかんないデマ作るの。20歳以降でアルコール依存になった人もいるし、20歳以降にタバコ吸ってタバコ中毒になった人もいくらでもいます。年齢関係ありません。問題はアルコールとかタバコというのは成長期に吸ったり飲んだりしてしまった場合に成長を阻害する可能性があるので、なので子供が酒を飲むべきでもないし、タバコも吸うべきではないと僕も思います。今子供がって言ったじゃないですか。なので子供は大人が守るべきなので、いくら酒を飲みたいっつってもぶん殴って飲ませるべきではないし、タバコ吸いたいっつっても大人になってからなって言って吸わせるべきではないんですよ。じゃあ、大人はいくつからなんですかっていうルールを日本国は18歳にしたんですよ。じゃあ18から大人でしょ？ 18 歳になった以上、何らかしらの責任を負えるから有権者なわけですよ。自分では責任を負えないです、ばっかですっていうのであれば、それは一票与えちゃダメだよねと。でも自分で全てを調べて自分の行動を決めることができる。だから大人として有権者になりますよと。なので裁判になったとしても大人として裁かれますよっていうのであれば、それは体に悪いと思っても自分が好きである、自分が必要であると思うのであれば、ご自由にどうぞって、これが大人なんですよ。なので18で大人にしたんだからさ、もういいんじゃないの？自分で判断できない頭の悪い子の場合、子供の場合って契約書をぶっ潰せるんですよ。携帯電話の契約書とかで毎月毎月5000円払ってくださいっていうのを、俺子供だから払わねえよ。実はありなんですよ。子供ってね、契約書をね、俺子供だからって言ったら全部履行しなくても良いっていうルールなんですよ。なので、よく契約書見ると、携帯電話の契約書って子供じゃなくて親の契約になってるんですよ。実は契約の当事者に子供ってなれないんですよ。でもさ、有権者で18歳以上で大人と認めてるんだったらさ、酒もタバコも本人の判断でよくね？と僕は思う派閥です。はい。法律的にはそうじゃないんだって言われたらそうですよねとは思うんだけど、これあくまで過渡期の問題で、多分いずれ酒もタバコも18で統一されると思うんで、時間の問題で統一されるんだけど、統一される最中の間にたまたま起きてしまったかわいそうな話っていう。僕だから愚行権は許されると思ってて、僕はタバコも吸うんですよ。基本的にタバコ吸うやつバカだってずっと言ってると思うんですけど、健康に悪い。服とかにも匂いがつく。タバコを吸ってるやつは嫌われる。っていうのがあって、タバコを吸うのは100害あって、利は少ないですよと。で、ただ僕は酒を飲んでる時に人が一緒にいる時にタバコを吸うのが好きなので、健康にも悪いし臭くなるし良くないよねって分かってるけどやるんですよ。これは愚行権です。愚かだと思って愚かなことをやってるんですよ。アルコールも基本的に体に悪いんですよ。去年かな、なんか論文があって、酒は百薬の長みたいな話があったじゃないですか。アルコールというのは飲みすぎると良くないけど、多少のアルコールは健康にいいのである。っていう説があったんですけど、去年かなんかの論文で、1ミリも飲まない方が健康にいいですっていうのが、一生懸命大学の偉い人が調査をした結果出てきたんですよね。アルコールを飲んでも健康な人はいるんだけど、アルコール飲まない方がもっと健康になるよねって話で、酒を飲んでも健康ですって人いるんだけど、いや、飲まない方がもっと健康になるよって話で、アルコールって毒なんですよ。皆さんご存知ないかもしれないんですけど、
基本的に毒が体に入ることでアセトアルデヒドというよくわからない成分になり、脳が麻痺してしまっておかしなことをしようになり、頭が悪くなるっていう。アルコールって基本的に頭が悪くなるし、記憶力も悪くなるし、二日酔いとかになって体にも悪いし、いいことゼロなんですよ。百薬の長嘘なんですよ。なんですけど、僕はアルコールも飲むし、タバコも吸うっていう。フレンチパラドックスもね、これデマなんですよ。フレンチパラドックスって言われていて、フランス人ってバター大好き、お肉大好き、乳製品とか油物とかのバンバン食うし、でも人類で一番長生きした人フランス人なんですけど、でもフランス人って健康じゃん？おかしくね？っていうので、好き放題やってて、健康とか気にしてないのに、長生きしてるのおかしくねっていうのがあって、健康に悪いことをすることによって健康になるんじゃないかとか、オリーブオイルとかワインが体にいいんじゃないかとか言われてるんですけど、正解かどうかわかんないですけど、今のところ言われてるのは、生き残ったフランス人は健康であるっていう。弱かったフランス人は死滅してるんですよ。めちゃめちゃバター食いまくって油分多くて肝臓痛めちゃいましたって死んでて、そうじゃなかったやつが子供を産んで育ってて、アルコールもバンバン飲んで大丈夫だった人が子供を育てて、遺伝子的に丈夫なやつだけが残り続けてるのがフランスなので、お酒とバターのおかげでフランス人が健康になったわけじゃなくて、多少体に悪いことしたやつはみんな死んでったっていう。生き残ったフランス人は丈夫だよねっていう、すごくどうでもいい話なんですよ。だからもう何の参考にもなんなくて、丈夫なやつは何やっても丈夫なんだ、いいね、羨ましいねっていうだけの話でした。生存者バイアスとか自然淘汰で、ダメだったやつは死んだ。生き残ったやつだけがいるからそりゃそう見えるよねっていう。酒もタバコもやらない方がいいんですけど、ただ僕はやりたい人がいるんだったら自分の人生は限られてるので、日本人だと大体80年、男性だと80年前半で、女性だと87歳ぐらいで皆さん死にます。好き勝手やって楽しかったよねって思って死ぬのか、すげえいろいろ我慢してストレスためだけど、あれ俺何のために頑張って我慢してきたんだろう、でもどうせ死ぬんだよねってなって死ぬのか、どっちがいいのかっていうので、僕は割と好き放題やって楽しく暮らして死んだ方がいいなと。だってどうせ死ぬんだからさ。別に僕短く生きる気はないんですよ。好き放題楽しくやって死んでいきたいだけなんですよ。結構ね、これ誤解があるんですけど、現代の人類ってね、ストレスによる病気で死ぬ割合結構高いんですよね。酒を飲もう、タバコを吸おう。で、その代わりにストレスが少ないという方が、結果として長生きできる場合もある。でも本当酒とタバコは吸わない方がいいんですよ。ストレスがめちゃくちゃある状態の人が、酒とタバコがある状態でストレスがなくなりました。ストレスがめちゃくちゃある人が酒もタバコもありません。ストレスをずっと抱えてます。であれば、僕は酒とタバコでストレスをなくした方が、その人にとってより良い人生だと思ってるんです。で、ただ、比較実験で、ストレスのない人が酒もタバコもやらなくていいならやらない方がいいです。っていう話じゃなくて、要は、ストレスがあるんだったら、ストレスを抱え続けるよりは、具貢献を使った方が、マシだよね。本人の満足度は高いよねって話です。タバコの人って肺がんになったりとか、高齢者になった後に息を吸うのが難しくなったりとかで苦しむ場合もあるので、なので基本的には僕はタバコは進めないし、酒も進めません。タバコ吸うやつアホだと思うし、酒を飲むやつはアホだと思うんですけど、酒を飲みながら言ってても何の説得力もないんですけど、ストレスを作って、そのストレスによってうつ病になりましたとか、体が思ったように動きませんとか、ハゲちゃいましたとかっていうのであれば、それは酒とかタバコとかでストレス減らした方がいいんじゃないっていうね。ただね、国としては僕ね、タバコを進めた方がいいんじゃないかって派閥なんですよね。タバコの影響というのが、だいたいタバコを吸ってね、50年ぐらいで出るんですよ。違うな、3、40年か。例えば20歳ぐらいからタバコを吸い始めて、タバコの影響が出て死ぬのっていうのが60歳ぐらいなんですよ。ちょうどいいんですよね。日本がなぜ社会保険料が高いのかっていうと、高齢者の寿命が長いからなんですよ。国の構造としては、引退した瞬間死んでくれた方が、社会保険料を払わなくて済むんですよ。なので、皆さん全員タバコを吸っていただいて、20代のうちは死ぬほど働いていただいて、60歳ぐらいまで死ぬほど働いていただいて、65歳で引退した途端に年金もらう前に死ぬっていうのが、国の運営としては一番効率いいんですよ。タバコはあった方が実はコスパがいいっていうのが国の運営上の構造なんですけど、最近ね、日本はすごい長生きするようになっちゃって社会保険料大変だよねってなってるんですけど、アルコールは寿命どれぐらい短くなるのかな。でもアルコールもね、多分長年で肝臓がとかだから寿命は短くなるので、酒にしろタバコにしろある程度ね、推奨した方が多分国としてはね、負担が少ない持続可能な社会になると思うんですよね。
だって今の日本って持続不可能な社会じゃないですか。少子化が進んでいて、特殊出生率が2を超えない限り、日本人というのはどんどん減っていくんですよ。若い人たちがなんで子供を作らないかというと、お金がないから。なぜお金がないかというと、働いてるだけで社会保険料が会社倒せて 30% 取られるから。まず大学を卒業した時に奨学金という名前の教育ローンを平均300万円ぐらい背負うことになり、大学卒業している2人に1人が平均300万の借金を持ってるんですよ。で、それで働き出しましたって言っても働いて、30% ぐらいが会社と自分で社会保険料として取られて、で、その後奨学金を払いってなってると、ようやく借金払い終わりましたってなると、奨学金の返還が終わるのが12、3年って言われてるんですよね。22歳で卒業して、払い終わる頃にはだいたい34歳とか5歳。で、35歳というのは生物学上高齢出産です。女性の場合は子供が何らかしらダウン症的な症状になる割合が高くなってしまう。そうすると子供を産むの大変だよねっていうのもあって、不妊治療とかもしなきゃいけないよねっていうのでお金がかかるとかっていうので、まあそれは子供どんどん減るよね。っていう至極当たり前な状況になっていて、なので今の日本ってそもそも出生率が下がっているので持続不可能な社会になってるよねと。っていうのであれば、タバコとか酒とかがあって、で、僕、タバコと酒もやるので、83とかで死んだとしても、まあそうだろうねって思うんですよ。一生懸命健康のために気を使って生きてきましたって人が平均寿命より少なく死んだとしたら、俺すげえ健康気遣ってんのにおかしくねってなると思うんですけど、僕酒もタバコも吸ってるから、平均寿命よりちょっと前に死んだとしても、まあそうでしょうねって思って多分死んでいくんですよ。で、この方がただ、国としては僕に払う年金は少なくて済むんですよ。僕が長生きすればするほど国は年金を払わなきゃいけないので、国って言ってるんですけど、これは僕が80歳になってる時に払うのは僕より40歳ぐらい若い人なので、今8歳の人たち、8歳とか10歳とか6歳の人たち、その人たちが僕の年金を払います。6歳とか8歳とか10歳の今の人たちが大人になって一生懸命働いて僕の生活費を払うんですよ。僕ぶっちゃけ年金なんかあろうがなかろうが生活全く困んないんですけど、ただもらえるんだったら全額もらえますよ。なので財産もあって別に働かなくても僕株の配当とかで全然暮らせるんですけど、でも今6歳とか8歳とか10歳の人たちが一生懸命働いて社会保険料払って、でそれが僕のところに来るっていう、これどうなのってなるでしょ。これがね今の日本がやってるもんなんで、タバコでも酒でもやって早めに死んでもらった方がいいんじゃないかなっていうね。はい、いやでもさ、みんなそうですよ。日本の人で僕が知る限り、年金返納してますって言ってる人って 5% もいないですよ。ごくたまにいるんですよ。年金返納しますって言ってる人。高齢者でお金のない人もいるんだけど、お金持ちは高齢者にめっちゃ多いんですよ。金融資産の7割は60歳以上の人が持ってるので、なので年金なんかなくても全然暮らせるよねっていう人が、それなりに7割ぐらい比率としてはいてもおかしくないんですよ。年金全然返済しないじゃん。受け取らないとかないじゃん。くれるならもらうよねみたいな。っていうのが残念ながら日本の構造なんで、そういうもんだよねって話です。なので僕はそこはなんか高齢者が無理して長生きをしないようにするか、若い人たちが負担をしない形にしてどこかで諦めるというようにするか、今の高市政権がやってる社会保障改革、あれがうまくいくかっていうののどれかがないと持続可能な国にはならないんじゃないかなと思っているので、そういう意味では高市政権の社会保障改革っていうのは結構ちゃんと頑張ってもらいたいなとは思ってます。はい。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。ひろゆき LINE スタンプ好評発売中です。概要欄に購入リンクがあるので、そちらから購入できます。よろしくお願いします。